おはようございます。たかしです。本日は8月14日水曜日、ただいま8時10分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからなんですが、昨日はほぼ動いていないんですよね。ここのところずっと上値が重いですねっていう話を昨日もしていたと思うんです。ここのところ冷やしを見ていてもずっと上値を抑えられているということで、昨日は一応上昇はしたんですが、月曜日のローソク足の中に絡まれている状態なんですよね。ですので明確な動きはできていないっていうのが現状です。現在はこの直近の高値、2種類の高値からフィボナッチリトレースメントを引いておりまして、その大体このあたり、38.2% とか 61.8% のこのあたりですね、190円とか191円付近、そのあたりを上昇ターゲットと考えております。なのでその辺付近までの上昇はイメージしているんですが、今ストキャスティクスは上昇中、マクディもゴールデンクロスしてきておりますので、そろそろ上昇しやすい試合に入ってきたのかなとも思いますが、基本的にはじりじりという1時間足の分かりにくい上昇トレンドが現在は継続しているので、その上昇トレンドがどこまで続いていくのか、その上昇トレンドが継続するのであれば、190円付近までの上昇は見ておいてもいいと思います。ただし、ここ直近で強い下落の後の現在は調整の上昇中ですので、当然どこかでまた再び下落していく、180円ぐらいを目指して下落する可能性は十分ありますので、現在はこの下落に対する調整の上昇中だということはお忘れのないように、もちろん先ほど言ったターゲットまで上昇する可能性もありますが、現在地付近でだいぶ上げ渋ってますので、ここから下落していくっていうことも十分考えられます。では4時間足です。こちらが先ほど言っていたところですね、上昇ターゲット、この黄色のゾーンぐらいまでの上昇を考えておきたい。だいたい191円前後というところでしょうか。大枠ですので、191円から192円の間ぐらいと考えておいてください。現在は GMMA の青帯下向きで下落トレンド、そこに今張り付いておりますが、何度も上抜けようとしているんですが、なかなか抜けられないっていうのが現状ですね。インジケーターは方向感がありませんので、現在地から下落するのか上昇するのかっていうのが分かりにくいところにあります。上昇した場合は黄色のゾーンぐらいまで、下落する場合は現在地付近からもう下がっていってもおかしくないとも思いますので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足は先ほど言ったように上昇トレンドなんですね。一応上昇トレンドという感じです。安値を切り上げてきております。そして高値も少しずつですが切り上げてきておりますので、一応上昇トレンドなんですが、かなり上値が重いですよね。昨日の高値、そして一昨日の高値、このあたりが今意識されておりますので、189.3 付近、その辺付近まで上昇してくれば、またここから昨日のような下落に入っていく可能性を考えておきたいです。基本は今 GMMA の青帯上向きですよね。緩やかではあるんですが上向きですので、この上昇トレンドに乗っていくなんですが、先ほど4時間足で言っていたターゲットもそろそろ近くなってきてます。この辺ですね。もうちょっと距離があるんですが、ターゲットが近くなっているってことは当然売り圧力も入りやすいっていうことですので、だから昨日みたいなこの昨日とか一昨日とかこういう風に上がったところでは結構急激に下落するっていうことも起こしておりますので、その辺の動き注意が必要ですね。押し目買いで考える方は今 GMMA の青帯に接触してから上昇してきておりますので、まずは GMMA の青帯に接触してそこでの下げ止まりを待っていく。戻り売りで考える方はまずは昨日の高値付近ですね、もしくはこの辺ですね、先ほど言った黄色のゾーンぐらいまでの上昇を待ってそこからの下落っていうイメージを持っておくのが良さそうです。ではドル円を見ていきましょう。こちらはポンド円よりも上値が重そうですね。昨日は陰線になっております。現在のところ昨日陰線、その前が陽線、陰線、陽線と交互にこれローソク足が出ているのがわかりますよね。そして現在地付近から全然高値更新ができていないので、そう考えるとここから下落していくのかなというふうにも考えられます。現在は直近の下落に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% というこの黄色の点線付近で上げ止まっているように見えますので、ここから下落していく可能性は十分ありますので、その辺も見ておきたいですね。この現在小さく揉み合っておりますが、この揉み合いを下に抜ければ下
落、もみ合いを上に抜ければ一旦このあたり150円付近までの上昇を考えておきたいです。では4時間足です。こちらも形としてはポンド円と同じです。GMMA の青帯は下向きですので下落トレンド、その中で今 GMMA の青帯を上抜けるのかっていうところにあるんですが、なかなか上値重く、昨日これダブルトップみたいになってきてますよね。4時間足ではちょっと分かりにくいんですが、1時間足でここにダブルトップみたいな形になってきているので、本日はこのダブルトップからの下落になるのかどうかっていうところに注目です。4時間足の GMMA で上値を抑えられてこのまま下落していけば、ドル円ですとこの辺ですね、142円付近を目指して再び下落してくると考えますので、その前にこのあたりが引っかかってくるんですが、だいたい144円付近ですね。144円付近が一度引っかかって、そこを下抜けると142円ぐらいまでの下落を考えておきたい。ただ、今ダブルトップではあるんですが、ここレンジとも取れますので、次1時間足を見たいんですが、こんな感じですね。1時間足では今レンジみたいな動きをしているんです。かなりわかりにくいんですが、上限はこの辺ですよね。148円付近が意識されているのがわかります。加減がちょっとわかりにくくって、今のところじりじりと安値を切り上げてきているんですが、昨日のこの下落で安値を更新してきているんですね。直近のこの安値に対して更新してきているので、方向感としては分かりにくいかなと。全体としてはじりじりと安値は切り上げてきておりますので、大枠ではレンジですね。この白い水平線と赤い水平線、このあたりを意識しておいたらいいのかなと思いますので、146円のミドルぐらい、それから148円ぐらい、この間でのレンジ、あまり綺麗なレンジではないので、上限ははっきりわかるんですが、加減がわかりにくいっていうところで、180円付近まで上昇してくれば、ここでは戻り売りの検討ができそうですね。現在 GMMA は横ばいになってきております。昨日の下落で GMMA の青帯下抜けてきているので、もしかすると本日の上昇が GMMA の青帯で上値を抑えられれば、そこから下落していくっていうことも考えられますので、昨日これ安値を更新してきてますよね。ということはここで小さく下落トレンドを作ってきておりますので、この下落トレンドが継続するのかどうかっていうところに本日は注目です。もちろん GMMA の青帯を上抜けると昨日の高値ぐらいまで上昇する可能性があるので、そこまで上がってくれば先ほど言ったようにここずっと意識されているところですので、148円付近からの戻り売りが考えられます。今、ポンド円とドル円を見ていると、押し目買いで考えるならポンド円、戻り売りで考えるならドル円の方がやりやすそうですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。